ユキヒョウの旅。概要欄のチャプターリストもご活用ください。出発。集合場所は上野駅の公園口を出て右あたりです。 JR 上野駅の改札口です。東京メトロ銀座線、日比谷線。集合時間は8時35分。それよりも早く上野に到着すれば上野公園の散策もできます。到着したら黄色いベストのスタッフさんに名前を告げておきます。スタッフさんから声がかかったらバスに移動します。バスは行きも帰りも座席は決まっています。バス利用は2回目で両方とも1人参加です。1人参加の場合の席は前の方になるようです。それはたまたまかもしれないけれど、8時50分に出発です。レトロな建物の公園緑地事務所、東京スカイツリーも見えます。上野駅、千住大橋と隅田川、千住新橋と荒川。予定より遅れて9時50分に南越谷駅に停車してバスはほぼ満員になりました。越谷の乗り場はここ。スタッフさんが手を振っています。利根川橋と利根川、渡良瀬川橋と渡良瀬川。紅葉も終わりかけですね。次は佐野サービスエリアです。佐野サービスエリア、10時50分から佐野パーキングエリアで20分の休憩。スターバックスコーヒーもあります。外では犬を走らせている人もいました。開放的な芝生エリアのベンチもあります。ところどころに草は生えているけれどほとんど土みたい。佐野の風景、中にはレストランと売店があります。モンチッチは子供の頃に流行ってたけれど今見ても顔がちょっと怖い。そうかな。佐野といえば佐野ラーメン。ねえ、僕は2026年の妖精だよ。2026年バージョンのご当地ベアもあるのね。ねえ、僕は前回は岩下の新生姜が入ったメンチカツを食べたけれど今回はお昼にランチ休憩があるので何も買いませんでした。ちなみにトイレは右の方にあります。11時10分出発。今市市の橋と大谷川。
機基地を通り過ぎると2025年9月に閉館した 3D 迷路恐竜館があります。鬼怒川温泉エリアに入ります。新大トロ橋と鬼怒川。前日に突然大雪が降ったのでまだ雪が残っています。立岩橋と鬼怒川。12時30分頃に鬼怒川ロイヤルホテルに到着し、ほとんどの乗客がここで下車しました。鬼怒川温泉からどんどん積雪量が増えていきます。次は竜王峡でランチ休憩です。ランチ休憩と竜王峡。12時45分、竜王峡に到着。提携しているレストランのドライブイン渓谷に入ります。出発は13時30分なので45分あります。メニューはお蕎麦やうどんと焼肉定食や天ぷら定食などです。料金は900円から1600円です。私は1100円のきのこそばにしました。舞茸の天ぷらがたくさん乗っています。お店の外の犬小屋から見つめられています。たくさんの犬小屋が並んでいるんです。ちなみにこれは山菜そば。山菜も大好きです。15分で食べて残りの30分は竜王峡を見に行くことにしていました。暖かい季節は犬たちは庭に出て遊んで近づいてくるそうです。今は冬だから犬小屋から顔だけ出して恨めしそうにレストランを見ているのね。竜王峡に出かけるのは私だけでした。皆さんはゆっくり食べていたのだと思います。結構寒かったしね。ここの五竜王神社の鳥居が竜王峡の入り口です。五竜王神社には水を司る竜神高女将の神が祀られています。上から覗いても神社も滝も見えません。最初は緩やかな坂道ですが、下の沢までのほとんどは階段です。雪、冷たい。当たり前。長い階段を下っていかないと神社にはたどり着けません。ここからはまだ何も見えない。ヘアピンカーブが続きます。やっと滝が見えました。時間があまりなかったり、長い階段の上り下りが大変な人は階段の途中から見て戻るのも良いと思います。頑張って神社のところまで降りてきました。滝修行もできそうね。
神社までは岩場なので転ばないように注意。いつものやつをお願いしたの。そうよ。いや、いつもとちょっと違う。ここをまた登らないと帰れないのよ。頑張れ。にじみの滝と神社までしか行けなかったけれど楽しかったわ。そうだね。竜王峡のごく一部しか行けなかったけれど。13時30分、竜王峡を出発。川治温泉の一流閣本館が見えてきました。川治橋と小鹿川、ホテル一流閣本館で宿泊客が下車しました。いよいよ次は終点のホテル湯西川です。どんどん雪が深くなります。ワクワク。チェックイン。14時11分。予定よりも約15分遅れて到着。まずは急いでチェックイン。このホテルの施設予約は12時50分から始まっています。予約開始からもう1時間以上経過しているので無料の貸し切り露天風呂は諦めていました。左のチェックインレーンに並びます。フロントの左側に並んでチェックインを終えて部屋番号が分かったら次は右側の施設予約受付に並びます。フロントの一番右が施設予約のカウンターです。ちなみに翌日土曜日の12時50分には施設予約のところに長蛇の列ができていました。土日は瞬殺で予約完売しそうね。浴衣はフロント隣の棚から好きな柄とサイズを選んで部屋に持参します。部屋には15時より前に入れるようで準備ができたら館内アナウンスが流れます。それまで皆さんロビーや金立ちの夢エリアで座って待っています。ロビーからは渓谷側の景色が見えます。夜はライトアップされた中庭の雪景色がとても綺麗でした。夜のホテルの館内は人が少なくて好きです。その音楽なんか怖いからやめて。休憩できるのはロビーだけではありません。売店も夜は開いてますね。売店の営業時間は8
時から11時と17時から20時です。この売店には妖精がいなかったのよ。ゴーザルしかいなかったのよ。ちなみにチェックイン時は売店は閉まっていて、こんな感じです。売店を通り過ぎると金立ちの夢エリアです。チェックインが終わった人たちが部屋に入れるまで休んでいます。夜は誰もいません。こちらには小上がりのお座敷があります。ポットや電子レンジもあります。取り忘れてしまいましたが、自販機もここにあります。深夜にもここに来ようと思いましたが、疲れて寝てしまいました。ちなみに私はチェックイン後、しばらく金立ちの夢のお座敷にいました。私は14時30分くらいからすぐに部屋に入れるようにとエレベーターホールでうろうろしていました。次は部屋の紹介です。部屋。今回の宿泊プランはカニ食べ放題付きのプラン。部屋は和風館の和室15畳、渓谷側です。税込みで12,276円です。部屋はエレベーターで上がって4階。エレベーターから近い部屋でした。746号室。昔ながらの普通の鍵を使います。鍵を使わなくても部屋の電気を使えます。湯西川渓谷の景色が見えますね。玄関にはスリッパ。ベランダ用の外履きはありません。小さい冷蔵庫と水のポット。コップが1個あります。冷蔵庫は空っぽで、ペットボトルの水はありません。水道水をポットに入れて冷やしましょう。部屋の広さは15畳くらい。社員旅行で来た時は同期の女子複数で泊まった記憶です。団体旅行全盛期時代の建物なので一部屋が広いです。布団が1組すでに敷いてあります。それにしても一人で泊まるのには広いですね。テーブルも2セットあります。こちらからは外の景色が楽しめますね。先日突然降った大雪で銀世界が広がっています。靴を持ってきてベランダに出てみました。左下に見えるのは露天風呂の屋根だと思います。雪が降り続いています。下には湯西川が流れています。真下は大浴場から見える中庭だと思います。あっ、雪が落ちてきましたね。
ベランダはとても寒いので、ここでゆっくり雪見をするのが良いですね。昔ながらの暖房機もありますが、上に普通のエアコンもあります。お茶菓子。東園ホテルには必ずあるアジの珍味と地元のお菓子のくるみゆべし。くるみゆべしは30を過ぎてから好きになりました。ポットはここにあります。ポットの下の難度は空っぽ。鍵式の金庫。タンスにはタンゼント、バスタオル、フェイスタオル、歯ブラシ、帯が置いてあります。選んで持ってきた黄色い浴衣。押し入れには予備の布団。部屋が広いので10人くらい泊まれそう。洗面などはこちら。洗面台も2つあります。ドライヤー、コップ、ハンドソープ、フェイスタオル、ティッシュがあります。化粧水などは大浴場だけにあります。露天風呂や貸し切り風呂にも化粧水等はないので、大浴場でお手入れする人が多かったです。お風呂もあります。トイレと別なのは嬉しいですね。一般家庭用のお風呂という感じで、浴槽も深いです。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープはあります。トイレは古いですが清潔で、ウォシュレットです。約30年前のバンキューホテル時代に来た時と変わってないと思います。夜の景色。何時までかわかりませんが、ライトアップされていて明るかったです。翌日、晴天の景色。夕食ブッフェ。カニ食べ放題。夕食はチェックイン時にホテルに指定された時間です。カニ食べ放題の場合は、夕食チケットにカニのチケットがついています。18時開始の90分制。カニ食べ放題の場合は、座席も指定されています。時間になって受付でチケットを渡すと席まで案内されます。カニ食べ放題は私の他に数人しかいませんでした。カニ食べ放題はおかわり制で、最初の一皿はすでに置いてありました。今日はカニメインで食べるので、他の料理は少しだけ持ってきました。他の料理の紹介も後でしますね。カニは一皿食べ終わったら
スタッフにおかわりを伝えます。カニを分解する動画を撮ったのですが、全然撮れていませんでした。何をしているのか全然わからない。肝心なところが全然映っていないので、図解します。左側に足の先端がある状態です。関節のすぐ左側をハサミで完全にカットします。図の赤線の部分です。次は関節の右側を全部を切らず、両端に切り込みを入れます。図の青線の部分です。あとは両端に切り込みを入れた部分を指でへし折ります。関節を持ってゆっくり引くと身が出てきます。映ってないけれどへし折ってるんだね。ハサミの部分は殻が硬いですが、やり方は同じです。全部剥けました。頑張ったね。特に左手がカニ汁まみれになったのだけれど、すごいすべすべになったのよ。カニは全部で10皿食べたけれど、1皿目が一番たくさん乗っていました。2皿目以降は一番少ない時で3本だけでした。スタッフさんが見当たらない時は探しに行っておかわりを注文しました。90分になる前にお腹がいっぱいになりました。おかわり制で自分で取りに行かなくてよいのがとても良かったです。では次は通常のメニューです。12月は3種のマグロ寿司がありました。バチマグロ、本マグロ、ビンチョウマグロの握りと3種のマグロのネギトロです。日本酒は3種類が飲み放題。蒸しエビ、イカ、サーモンの握り寿司もあります。お刺身盛り合わせはビンチョウマグロと甘エビ。日本酒とマグロ寿司の隣のテーブルはデザートやフルーツです。ロールケーキ、プチシュークリーム、パイナップル、プリン、ポークシチュー、鶏の唐揚げ、チャーハン、たこ焼き、タンドリーチキン。麻婆豆腐、八宝菜、さつまいもの天ぷら、ちくわの磯辺揚げ、茶碗蒸し、ししゃも、湯葉のお吸い物、冷製明太子パスタとローストポーク、カレイの南蛮、枝豆、はたききゅうりとキムチ。動画で撮ってなかったですが、高野豆腐と小松菜のおひたし、サラダバーもありました。最後にアイスミルクバーを食べました。アルコールとソフトドリンクも飲み放題です。ごちそうさまでした。大浴場。大浴場だけでなく、露天風呂、無料貸し切り露天風呂も全部和風館の地下1階にあります。大浴場はエレベーターから一番近い場所にあります。
泉質はアルカリ性の単純温泉です。無色透明で無臭です。湯西川温泉は特に美肌の湯として有名です。お肌がスレスレになります。地下に降りるとお風呂の手前に飲み物の自販機とマッサージチェアがあります。残念ながら、栃木のローカルドリンクのレモン牛乳はありませんでした。マッサージチェアは2台あります。有料です。ついたてがあるのでソーシャルディスタンスが保たれてますね。突き当たりを右に曲がると大浴場があります。角のところに給水器があります。左が女湯、右が男湯です。さらに先に貸し切り露天風呂と露天風呂があります。大浴場の営業時間は15時から24時と翌日の5時から10時です。脱衣所は昔ながらのカゴ式です。貴重品は入れたお金が戻ってくるロッカーが脱衣場にあるので、そこに入れると良いです。ロッカーは確か100円だったと思います。こちらが大浴場。大小2つの浴槽がありますが、温度は同じでした。誰もいなくてもたまにガコンと音がするので最初は驚きました。内湯ですが、中庭が見える側は一面ガラス張りなので開放的です。この辺りから音がします。これはかけ湯。洗い場にはシャンプー、コンディショナー、ボディーソープのほか洗顔フォームや顔のパックなどもあります。夜の中庭はライトアップされていました。露天風呂。露天風呂は和風館地下1階の一番遠いところにあります。渡り廊下を通って湯西川沿いの建物に向かいます。廊下はちょっと寒いです。大浴場で温まってから渡り湯するのがおすすめです。露天風呂の手前に給水器と2台のマッサージチェアがあります。露天風呂にはシャンプーなどはありません。化粧水なども置いてありません。夜の露天風呂はライトアップされています。これはロビー前ですが、渓谷全体がライトアップされていました。これは翌日の昼間の様子。露天風呂からは湯西川も見えました。
貸し切り露天風呂。和風館の地下1階に降りて大浴場を通り過ぎて進みます。貸し切り露天風呂の脱衣所はプレハブのような作りでとても寒いです。冬の場合は大浴場で温まってから行くと良いと思います。露天風呂にはシャンプーとか何もないから大浴場に先に入るのは良い案かもね。貸し切り風呂の利用時間は50分。大浴場で20分。貸し切り風呂ではお湯に浸かるだけで30分。ゆっくりできると思います。貸し切り露天風呂に到着。入ったら使用中のカードを下げます。ここから先は屋外です。とても寒いです。入ったら鍵をかけます。ここが脱衣場ですが、掘ったて小屋という感じで外も見えます。脱衣かごは全部で4個です。あまり広くはありません。シャンプーなどはありませんが、かけ湯、上がり湯用のシャワーや椅子はあります。枯れ葉取りの網もあります。とても広い露天風呂でした。雪景色もライトアップされていて綺麗でした。でも私は寒かったのですぐに出てしまいました。もったいない。脱衣所の寒さで冷え切っちゃったのよ。熱い湯が好きな私にはお湯もぬるかったのよ。普段45度 C のお風呂に入ってるもんね。温泉は普通の人には適温だったと思うよ。カラオケ。予約したカラオケは1階の食事会場の手前にあります。予約開始の時間が近づいたらフロントでマイクのカゴを受け取ってカラオケルームに向かいます。カラオケルームは50分利用できます。5から6人くらいのサイズの部屋です。今回は女王蜂の歌に挑戦したけれど声が出なかったわよ。朝食ブッフェ。朝食は7時半から9時までの90分です。受付にはそれほど並んでいませんでした。席確保。ウインナー、肉団子、白身魚フライ、フライドポテト、サバ焼き、アジの開き、ご飯、しじみのお味噌汁。しじみのお味噌汁は他のホテルですぐになくなってたので早めにもらいました。オクラとなめたけ、そしてしじみ汁、シューマイ、うどん、天かす、ネギ、七味唐辛子、めんつゆ、海苔、納豆、温泉卵、普通のお味噌汁、コーンスープ、梅干し、たくあん、キューちゃん、おかゆ、パン、ヨーグルト、シリアル、フルーツポンチ、牛乳、サラミハム、グレープフルーツ、サラダバー、マカロニサラダ、レタス、ブロッコリー、オニオンスライス、人参、
水菜、コーン、きんぴらごぼう、ひじき煮、昆布、なすの煮浸し、切り干し大根、筑前煮。おいしい朝ごはんの出来上がりです。前の日にほとんどカニしか食べていなかったので、朝は空腹で目が覚めました。売店の営業時間は12月は8時、11時と17時から20時でした。時期によって変わるかもしれません。午後の到着時は閉店していて、アコーディオンカーテンで囲まれていました。売店内は程よくいろいろ揃っています。ふわふわ。ぬいぐるみみたいなのにすぐ触るのやめて。ふわふわ。まったくもう。お土産の品がいっぱい。栃木といえばかんぴょう。ひもかわうどんは群馬だと思うけれど、栃木でも売ってるのよね。ところで、ご当地ベアはどこ？湯西川には僕らはいないんだよ。なんですって。猿に八つ当たりしないで。平家の里、水の里2日間フリーパス。湯西川温泉の2つの観光スポット、水の里と平家の里を結ぶバスの路線があります。この路線が500円で2日間乗り放題になるチケットがあります。バス車内で購入できますが、ジョルダンのアプリでも購入できます。このフリーパスを使って、初日に平家の里、2日目に水の里に行きました。ちなみに、鎌倉祭りの時は、ホテル湯西川から平家の里近くまで無料シャトルバスが出るそうです。バスで上野へ。ホテル湯西川の出発は14時25分。座席は指定されています。途中で一龍閣、本館と鬼怒川ロイヤルホテルでも乗客を乗せ、15時30分に日光おかき工房に到着。ここではおせんべいの試食もでき、お茶もあります。お得なおせんべいや焼きたてのおせんべいのお土産を買えます。私はチョコミントどら焼きを買いました。想像通りの味でした。カステラにチョコミントアイスが乗っている感じです。15時55分、おかき工房を出発。17時10分、羽生サービスエリアに到着。いつも外観に見とれてしまう。もこもこソフトクリームを購入。味は忘れてしまったけれど、デイリークイーンのソフトクリームを思い出しました。18時半ごろ、南越谷駅に到着。
半分くらいの人が下車しました。19時40分ごろ、予定より20分ほど遅れて上野駅に到着しました。今回も帰りに夜のアメ横を見ようと思ってたのですが、眠いのでそのまま帰りました。在检票口刷交通卡，或者先在售票机买站台票，然後進检票口。上の4つで4本과 확인위해서는 입장원이 이어갑니다. 가지고 계신 교통카드를 버스 하시고 最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。